にちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。早速なんですけれども、ネイジュ手芸部5の企画で作ったこちらのタックのポシェット、作っていただけましたでしょうか。一つ前の動画でですね、手元を撮影したライブの再編集版を紹介していますので、よかったらね、ライブの方でご覧いただいた方でちょっと見にくかったなっていう方は、ぜひ再編集版の方もご活用いただけたらと思います。で、今回紹介する動画はこちらのシュシュになります。これはですね、こちらの、生地で、作った際に余った生地で作ったシュシュになります。メンバー様の方には、ライブで紹介をさせていただきました。で、そちらの内容をですね、今回また再編集して、皆様に紹介させていただきますので、よかったら一緒に作ってみてください。こちらはですね、ちょっといつもと違うシュシュの形で、真ん中にゴムがあるので、こういうちょっとねフリルな感じのシュシュになっています。で、こうやって手にやってもねすごくおしゃれだし、あとこれからね少しずつ寒くなっていくと思うんですけれども、冬になるとこう洋服とかがこう下がってきて洗い物の時とかね不自由するんですよね。シュシュとしてもこういうアームカバー的なちょっと役割のあるちょっとおしゃれなシュシュを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。ちなみに今回はですね、こちらの布小物辞典に掲載が載っています。ここにあるリバティの生地で作っているものを本誌の方では紹介していますので、よかったら本がお手元にある方はですね、こちらの方もご覧いただきながら一緒に作ってみてください。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。縦が8センチで幅が50センチを2枚ですね、無地のものと柄のもの、そしてリボン、こちらが1センチ幅のものをですね2本用意します。そしてゴム20センチを1本、幅は5ミリのものにしました。こういうふうにサテンを重ねて端から5ミリのところで縫い合わせていきます。で、これを待ち針とかクリップ留めてやっていきます。こういうリボンとかは手芸店とかでメーターで売ってますので、1メーター買って、用意されるといいと思います。はい、じゃあこんな感じです。今回使用するミシンは重機の家庭用ミシン EX7 になります。サテンだとちょっとずれますね。この無地の生地を1枚重ねてください。で、重ねたら待ち針で留めていきます。で、待ち針はですね、後ろの一番最後のところですねとか中間ぐらい、こんな感じで縫い終わりのところを少し留めて、真ん中辺ぐらい留めてます。端から7ミリを縫います。そうすると縫い終わりのところがピタッと揃ってきます。はい、じゃあこれでひとまず縫えたところから、はい、で1個縫い終えたところで今度1回広げます。広げたらこんな感じになりますね。これを2つ折りにします。縫い合わせのところを交互に倒します。縫い代交互に。で、ここでピタッと揃えていくような感じ。こうやって。そうするととっても綺麗に仕上がりますので、ここで1回待ち針で留めましょう。はい。で、留めたらこの生地の柄の方もしっかり留めていきます。で、反対この無地の方ですね。で、今度ゴム通しを作らないといけないので、下から 3.5 センチのところに1回印をつけます。下から 3.5 センチと間1センチ開けます。
じゃあこれで一回印がついたところを待ち針で留めておきます。でここの待ち針で今留めたところの1センチのところは縫わないというふうに×を書いておきましょう。この端からここまで、ここの印から下までを7ミリで縫っていきます。で一回最初に針を刺したらですね、上糸をちょっと引っ張るといいですよ。これ忘れると私もすぐモズの巣になっちゃう。で押さえのここの押さえの後ろでしっかりとこう糸をこうやって挟んであげるんですよ。そうすると指で押さえてなくてもこれだけでも大丈夫です。そしたら最初の印ゴム通しのところまで縫って返し縫いします。はい、じゃあ糸を切ったらまたですね、はい、じゃあ前に進んで3目進んで3目下がる、はい、でまっすぐ縫っていきます。でちょうどこの縫い合わせのところがこうちょっとずれてないかなってめくってみながらしっかり縫って、ここも返し縫いします。開いたらこの縫い代をこうちゃんとこうやって開きます。こんな感じでしっかりと開いてあげる。で開いたらこうヘラとかコロコロオープナーでこうやって縫い代を倒しておきましょう。でこういう風にね、この脇の合わせをきれいにしておくとぴったり決まってきますので、是非交互に倒す方法は進めてみてください。そうしたらですね、ここからですねちょっと不思議なことをしていきます。まずですね、通常物をバッグとか作る時は中表といって、合わせていくと思います。でこの状態でどういうふうに中表にしていくかっていうとですね、まずここの部分ですね、この部分をこうやって畳むんですよ。こんな風にして、で畳んでここから縫っていくんですけど、縫い始めが肝心で、畳んで縫っていったところの縫い始めからがそこが、返し口になるので、返し口をどこに作るかをまず決めていく必要があります。なので、最初にですねここの辺りで返し口は内布のこの無地の方に作りたいので、この縫い合わせのところですね、ちょっと間違えて縫わないように印をつけておきましょう。ちょうど縫い代離れたところから8センチ、大きめにしとってもいいと思いますからね、8センチにしておきましょう。じゃあここが返し口になるようにして印をつけたところで、この状態にして反対返しにします。で反対返しにしてこの生地をこうやって畳むんです。内側でこうやってなんだけど、ここの縫い合わせのところもぴったり揃えなきゃいけないので、ちょっとずらすといいかも。ちょっとずらして合わせてここ畳んで、でこうやって合わせて、ここの縫い合わせの部分ですね、縫い代開いているのでここも待ち針で留めます。はい、そしたらここの今印最初にねつけたところありますよね。ここを縫わない、間違えて縫わないようにバツって書いておきましょうね。はい、で書いたらここの縫い始めのところを待ち針で留めておきます。そしたらこの後は縫いながら引っ張っていくような感じになるので、ここ気をつけてくださいね。最後ねずれやすいので最初に縫い留めちゃいます。なのでちょっと縫いやすいように少し広げておくといいかもしれない。ちょっと広げておいて、ここだけ少し縫った後ここからスタートしていこうと思いますね。7ミリで縫っていきます。でまず、脇のところですね、脇の縫い合わせのところはしっかり止まってる方がいいので最初に縫い留めておきます。でここだけ返し縫いちょっとして、で縫い代が終わるところまでまず縫いましょう。はい、そうするとここの脇の部分で
決まったところで一回こう開いてずれてないかを確認します。ずれてなければここからやっていく感じ、ずれていたらもう一回ちょっとほどいてやるような感じです。そしたら今度は印から縫っていきます。で印のところに針を下ろしたらこう上糸ね、後ろ側に落として待ち針を抜きます。で押さえされて、で3目進んで3目下がるをやっていきます。でこのまままっすぐ進んで縫っていきます。縫えるところまで縫います。はい、じゃあ縫えるところまで来たら今度はこの下にある生地をこう引っ張り出していくんですね。こういうふうに。で引っ張り出していったらまたここの布の端揃っていきますので、この布の端を揃えてもう一回続きを縫っていきます。はい、じゃあもう一回続きをやっていきます。でずっと縫ってきたところで最初に縫ったところまで今ね来ました。でここは、最初に縫って返し縫いしてるんですけれども、ここでしっかりと重ねていきます。でちょっと布がですねこうたわんできてるのでちょっと気をつけながら進めていこうと思います。帳尻合わせが難しいですよね。はい、じゃあこう表にしていきましょう。ちょっと不思議な感じですよね。こうニョロニョロって出てくる、こんな風になります。こうサイドにこうサテンのリボンが入ったような感じですね。こう意外とシュシュってこの縫うのはこのぐらいなのですごくね作りやすいんですよね。でここが閉じ口って返し口になってるんで、ここは後でもう一回ミシンで縫って閉じていくような場所になります。もちろん手縫いでやっても大丈夫なんですけど、ここは一回止めておきます。ヘラとかで一回整えておきましょうか。でこの後ですね2本縫っていくんですよ。2本縫うのは何でかっていうと、このゴム通し、ここ今開いてるじゃないですか。このゴム通しの部分になりますので、縫うのはですねこっちの面を見ながらになってきます。で多少曲がってもゴムでもうギャザーが寄りますので、ここはねもうまっすぐ綺麗になんなくっても大丈夫って思って、ちょっと気楽な気持ちで、仕上げていただけたらと思います。そうしたら線を引きます。でこれは消えるペンで線を引きましょう。2008年の時にブログで紹介してるレシピがあるんですよ、シュシュの。それはねパッチワークですごくね可愛くできてるやつなんで、それもよかったら見ていただきたいんですけれども、後でリンク貼っておきますね。すごく可愛い感じにできますけど、このリボンのタイプはまたちょっと新しいので、またこっちも参考にしていただきたいと思います。2.5 センチのところに線を引いていきます。2.5 センチですね。これをずっとぐるっと一周描いていきます。そしたらこんな感じになって、あとは上から縫っていくような感じです。で気をつけてほしいのが、この縫う時にこの縫い代がしっかり開いてないとゴム通ししにくくなるので、ここの2本縫う時はここがちゃんとしっかり縫い代が開いてるか確認をねもう一回してから縫うといいですよ。はい、そしたらで返し縫いしないで縫い目を最後重ねていくような感じですね。はい、では、仕上げていこうと思います。ちょっとね縫い目の長さを 3.0 に変えたいと思います。意外とね縫い目が詰まるんですよねこれ。はい、じゃあ縫い終わりのところに来たら一回止めて、この最初の糸
切ります。で切ったらですね、この縫い目を重ねていきます。はい、そしたらもう1本ですね、続けて縫っていきたいと思います。はい、じゃあ、最初の糸を切ります。じゃあこれで2本縫い終えたところで、さっきの返し口のとこですね、この空いてるところ、ここも縫って留めておきます。これは際のところを縫っていくような感じですね。でだからサテンをしっかり出してあげないと仕上がっていかないから、ちゃんとサテンを出して際を縫います。はい、そしたら、最後ですね、これもね100均で売ってるゴム通しなんですけど、ゴムを挟んでここでギューッと留めるんですよ、ギューッと。そうするとここで全然抜けてこないので、これすごく便利です。おすすめです。100均に売ってますんで、ぜひ見つけてみてください。よいしょ。はい、じゃあこのままぐーっといきます。最後ね、ゴム抜けないように気をつけながら最後まで一周しちゃいます。でここで外して、ここはね縛っちゃったりとかしてます。私はシュシュはそのままこの2本をそのまま縛って、でこのゴムはですね、ヘアゴムとか100均とかで売ってると思うので、ヘアゴムとかでももちろん大丈夫です。全く一緒なので。はい、そしたらゴム、この端っこのとこちょっと切っておきますか。ちょっとごわつきますからね。はい、で通ったらそのままこのゴムのこの玉結びを中に入れて完成っていう感じですね。はい、ほらもうできた、完成。可愛くないですか？こうリアルタイムでできましたね。あ、意外と可愛いですね。これリバティじゃなくてもいいかも。アマレ布できますよこれ。でよくもう冬になったり、これ洋服洗い物とかすると袖が降りてくるじゃないですか。それの止める役割にもなるので、シュシはねこれちょっと一つ作っておくといいかと思いますね。あと布をつなげたりとかもできるので、そんなにギャザーが寄っちゃうと布のつなぎ目は目立たないと思いますので、是非作ってみてください。今回の方法が参考になれば嬉しいです。この後ですね5分後になりますけれども、よかったら本番の手芸部の方ご参加いただけると嬉しいです。私はショートカットなのでサイズ調整してアームバンドにします。そうね、アームバンド。でもこれ意外とこの長さ20センチで作って、意外とねこの辺でピタッと止まりますので、あんまりゴムをきつくするとここ痛くなっちゃうから、20センチで今縛って、で5ミリぐらい切り落としたぐらいなのでも意外とちょうどいいので、ぜひ1回ね試しに長めに作ってみるっていうのもありかもしれない。だから20センチで作ってみて、ちょっと緩いなと思ったらもう1回縛れば短くなりますので、最初から短いとねちょっと作り直すので大変だと思いますので、ぜひね、はい、そんな風にしてみてください。はい、ではありがとうございました。今回の動画参考になったよ、良かったよって方はグッドボタンで応援いただけると大変励みになります。それからチャンネル登録していただけますと新着動画のお知らせの通知が届きますので、ぜひチャンネル登録して新着動画の方をお待ちいただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。